桜さんの貯金通帳がカウンターに置かれた瞬間、銀行のロビーに張り詰めた空気が広がった。周りのスタッフたちは一瞬、目を丸くし、会話が止まる。誰もがその古びた貯金通帳に注目したが、誰もそれを触れようとはしなかった。桜さんの目は冷徹で、どこか遠くを見つめている。その静かな姿勢の中に、圧倒的な威圧感が漂っていた。これで少しお金を引き出したいのです。彼女の声は低く、しっかりとしたものだった。春樹くんは一瞬、言葉に詰まった貯金通帳を見て、すぐにその場の雰囲気が変わったことに気づく。だが、彼は若干の嫌悪感を隠しきれずに冷たく言い放ったお客様。こちらの貯金通帳では取引ができません。その言葉に周囲の空気がさらに緊迫した桜さんは動じずに、ただじっと春樹くんを見つめ返す。その視線はまるで何かを試すようだった。周りのスタッフたちは無言でそのやりとりを見守り、何が起こるのかを見守った。私はこれで取引した伊佐さんは一歩も引かずに言った。その章には譲らない意志が込められていた。春樹くんはその言葉を受けて苛立ちを隠すことなくですが、この貯金通帳ではお手続きができません。後日、改めて来ていただくか、新しいカードをお持ちいただければと冷たく続けた。その瞬間、周囲の人々の視線が一斉に集まった。桜さんが何も言わず冷静に立ち上がる彼女の目には、怒りを超えた何かが見え隠れしていた。その動き。一つ一つが銀行の空気を変え、重くさせる。突然、マリアさんがカウンターに歩み寄った桜さん。少しお待ちください。その声には、まるで何かを感じ取ったかのような急かす響きがあった。しかし、桜さんはそのまま無言で歩き続ける。彼女の背中には過去の栄光、そして今の無視された現実が重くのしかかっていた。桜さん、少しお話ししましょう。マリアさんの声が再び響く。その時佐さんは静かに立ち止まり、振り返った私を見下ろすのですが、その問いは冷たく、そして鋭く響いた。マリアさんは驚いたように目を見開き、しばし言葉を失った周囲のスタッフたちは、言葉が通じないほどの静寂に包まれる。その空気がさらに重くなり、桜さんの次の言葉を待っている。だが、彼女は再び何も言わずにその場を後にした。その瞬間、すべてが変わる兆しを感じ取った者たちがいた。桜さんの背中を見送りながら、銀行のスタッフたちはこの先、何か大きなことが起こるのだと漠然とした予感を抱いていた桜さんはすでに決意を固めていた。この銀行がどれだけ彼女を無視してきたか、その事実をすべて知っている。そして彼女の行動は、この銀行だけでなく、すべての視点を変えるものになるだろう。桜さんがカウンターを離れた後、銀行のロビーに再び静さが訪れたが、その静寂はすぐに不安な空気に変わった。周囲のスタッフたちがただ見守る中で、桜さんの行動に対する解釈を始めていた。誰もがその時、ただの老婦人だと思っていた。しかし、彼女の姿勢、目の奥に宿る冷徹な意志を見逃すことができなかった。なんだあの客春樹くんがやっと自分の気持ちを口にした。あんな古い貯金通帳で何を言っているんだ。彼の声は少し高くなり、あまりにも無神経な言葉がその場に響いた。周囲のスタッフたちは一瞬顔を見合わせたが、誰も彼を止めることはなかった。実際、春樹くんの言葉に同調する者たちもいた。彼は若く、銀行での立場も安定しており、自分の力を過信しているように見えた。その若さと自身が周囲の人々に影響を与え、彼の言葉がまるで本物のように受け取られた。だが、その一方でマリアさんは少し顔をしかめていた。彼女はベテランの行員であり、桜さんがただの普通の客ではないことに気づき始めていた。マリアさんの頭の中では、桜さんの冷静な目線とあの貯金通帳が何か重要なものを意味していると直感していた。しかし、周囲の若いスタッフたちの反応を見て、彼女は自分の直感を確信に変えることができなかった。だってあんなもの今更使うなんて春樹くんの声がまた上がる。どうせ銀行にとって大した客じゃないんだろう。
彼の顔は少し赤くなり、腹立たしさを隠せなくなっていた。その言葉にマリアさんはしばらく黙っていた。確かにサさんがその貯金通帳を持っていること自体は奇妙に感じたが、今の時代、銀行は新しいものに適応していかねばならないという現実を彼女もしていた。だからこそ、桜さんのような顧客が過去のシステムに固執していることに対して一定の敬意を払うべきだと彼女は考えていた。でも、あの客がどうこうすることで、うちの銀行の業務に支障が出るとは思えない。春樹くんはまるで自分が絶対的に正しいかのように語った。彼の目には、あの貯金通帳の老婦人を軽蔑する気持ちがはっきりと現れていた。その時サさんが再び銀行に戻ってきた彼女の姿は、静かな決意を感じさせた。周囲のスタッフたちの目が一斉に彼女に向けられる。その視線に、桜さんはただ一度も反応しなかった。彼女はまるで何も感じていないかのように堂々とした足取りでカウンターに歩み寄り、再び貯金通帳を差し出した。さっきの話もう一度お願いします。彼女の声は依然として冷静だったがその背後に潜む力強い意志がまるで周囲の空気を震わせるかのようだった春樹くんは彼女が再び現れたことに驚きを隠せなかったがすぐにその表情を押し殺して冷たく言ったお客様今度こそ本当に無理です貯金通帳では取引はできません桜さんは無言で貯金通帳を差し出したまま何も言わずにその場に立ち続けた彼女の態度がさらに春樹くんを挑発するように見えた。桜さんが何も言わずに立ち続けることで、周囲のスタッフたちもその静寂に圧倒され、誰も動けなくなった。その時、マリアさんがやっと言葉を発した。春樹くん、少し待ってください。彼女は桜さんの冷静な態度を見て、何か異常を感じたのだろう。しかし、春樹くんはまだ納得がいかない様子で言い返しそうになった。でも春樹くんは反論しようとしたが、マリアさんの鋭い目線に圧倒されて黙り込んだ。彼は、やはり年齢や経験が自分にないことを無意識に感じ取っていたのかもしれない。桜さんは再びその冷静な目を春樹くんに向け言った。私はただあなたの銀行で引き出しをしようとしただけです。それがこんなにも難しいことだとは思いませんでした。その言葉が春樹くんにとってさらに痛手となった。彼はただ一度、何も言えずに桜さんを見つめるしかなかった。そしてその瞬間、桜さんが自分の立場を超えていることに気づいた。しかし、それは遅すぎた。桜さんの目の中にはすでに決意が宿っていた。桜さんの冷徹なが、春樹くんを捉えて離さなかった。銀行のカウンター前に立つその老婦人の姿は、まるで時間が止まったかのように静まり返っていた。周囲のスタッフたちも無言でそのやりとりを見守っていた。空気が重く、圧倒的な緊張感が漂う中で、桜さんは一切動じなかった。お客様、どうしてそんなにこだわるのですか？マリアさんがやっと口を開いた彼女の声には少し躊躇が感じられたが、それでも冷静さを保ちながら尋ねた桜さんは無言でマリアさんを見つめた。その目の奥に無限の経験と耐え忍ぶ力を感じ取ったマリアさんは、思わずその視線から目をそらすことになった。桜さんの存在が、ただの老婦人にとどまらない何かを秘めていることに気づいたのだ。私がこだわっているわけではありません。桜さんは静かな声で言った。ただ、この銀行のやり方が気に入らないだけです。その言葉が周囲のスタッフたちに衝撃を与えた。桜さんの言葉は、単なる個人的な不満を超えて、銀行の根本的な問題に触れるような響きを持っていた。スタッフたちはなんとなくその言葉の重みを感じ取っていたが、春樹くんだけは相変わらずその意図を理解できていなかった。気に入らない。それであなたがどうしたい？というのですか？春樹くんがまたもや挑戦的に言い返した。彼の声には若さゆえの傲慢さとまだ経験の浅さが滲み出ていた。桜さんはゆっくりとした動作で貯金通帳を再び取り出し、じっとそれを眺めた。貯金通帳の表紙は時折小さな手話が目立ち、使い込まれていることが一目でわかる。だが、それを見た春樹くんの目には、ただの古いものしか映らなかった。しかし、桜さんにとってこの貯金通帳はただの記録簿ではなく、
長い歴史と重みを持つ存在だった。この貯金通帳はただの紙切れではありません。桜さんの声が再び静かに響いた。その言葉には深い意味が込められていたが、春樹くんはその本質に気づいていなかった。それは銀行が忘れてはならないものです。桜さんはもう一度、貯金通帳をしっかりと持ち上げ、春樹くんをじっと見つめた。その瞬間、彼女の目からは、かつての栄光を物語るような輝きがちらりと見えた。だが、春樹くんはその意味を理解することなく、ただ冷ややかな表情で桜さんを見返すだけだった。お客様。私はあなたの言うことが理解できません。春樹くんはますます挑戦的な態度で言った。この銀行では、どんな貯金通帳でも使えません。新しいシステムに従ってください。その言葉を聞いた桜さんは一瞬目を閉じ、深いため息をついた。その息の中には、何年も積み重ねられた経験と苦悩が詰まっていた。しかし、彼女はそれをすぐに押し殺し、冷静に答えた。新しいシステムがすべて正しいわけではない。その言葉には、かつて銀行のトップとして築き上げた強い意志と信念が宿っていた。あなたたちは顧客を尊重するべきです。それがこの銀行の本来の姿だったはずです。その言葉を聞いて、周囲のスタッフたちの顔がわずかに変わった。桜さんが語る顧客を尊重するという言葉には、どこか懐かしさを感じさせるものがあった。それは、現代の効率化とデジタル化が進んだ今の銀行ではすっかり忘れ去られてしまった価値観だった。しかし、春樹くんは依然としてその言葉を受け入れようとはしなかった。そんなことを言っても、今は現実が違うんです。貯金通帳じゃなくて、システムで動かなくちゃ。彼の言葉は無情に響いた。その言葉が出た瞬間、桜さんは静かに目を開け、低く言った。それが本当に正しいと思いますか？その問いに春樹くんは答えることができなかった。彼はただ黙ってその場に立ちすくんでいた。桜さんがどれだけ深く、その銀行の歴史と関わりがあるのか。そして、どれだけ多くの人々をその思いやりで支えてきたのか、彼には全く理解できなかった。それはまだ若すぎて、経験が足りなかったからだ。マリアさんは再びその場に割って入ろうとしたが、桜さんの強い意志に圧倒され、もう一度黙って、そのやりとりを見守ることしかできなかった。周囲の空気がさらに冷たくなり、桜さんの言葉が心の中に重く響き続けた。私はこの銀行にもう一度、心を取り戻してもらいたい。その言葉が桜さんの最後の訴えだった。その時、桜さんの目には決して後悔の色は見えなかった。彼女はこの瞬間、銀行に対して何かを変える力を持っていると感じていた。桜さんが心に抱いているもの。それはただの過去の栄光ではなく、顧客一人一人を大切にするという原点だった。そして、その原点を取り戻すためには、どんな手段でも使う覚悟ができていた。その静かな強さが今後、この銀行にどれだけの変革をもたらすのか、誰も予測できなかった。桜さんが静かにカウンターに向かって歩み寄った時、春樹くんの心の中で何かが引けた。彼はまだその老婦人を単なる普通の客としか思っていなかった。しかし、その目の奥にある冷徹さ、そして何かを抱えているような雰囲気に、彼の心は徐々に不安に包まれていった。もう一度お話しいただけますか？桜さんは冷静に言った。その言葉はまるで銀行の未来を占うかのように響いた。周囲のスタッフたちも、その声に無意識に耳を傾けていた。彼女の言葉がどこか力強さを秘めていることに今更気づき始めたからだ。春樹くんはまだその無神経な態度を崩すことなく言い返した。お客様、何度言っても無駄です。この銀行では貯金通帳は受け付けません。桜さんは再び冷静に目を向けた。その目線の奥に、今まで見せなかった一瞬の動揺が走った。春樹くんはその瞬間を見逃すことはなかったが、すぐに自分の勝利を確信して冷笑を浮かべた。どうしたんですか？急に黙り込んで、春樹くんはわざと挑発的に言った。あなたが何をしようと、銀行のシステムは変わりませんよ。
だが、桜さんはその挑発に乗ることなく、再び冷徹な目で彼を見つめ返した。そして、桜さんが静かに声を発した。そうですね。銀行のシステムが変わることはないでしょう。でも、変わるべきものもある。その言葉に春樹くんは驚きと戸惑いを隠せなかった。彼はその時初めて桜さんが単なる顧客ではないことを感じ取った。しかし、彼はまだその本当の意味を理解できなかった。桜さんは貯金通帳をゆっくりとテーブルに広げた。貯金通帳の表紙には銀行のロゴがかすかに刻まれていたが、それは古びていた。見た目には何の変哲もない、ただの一冊の貯金通帳だった。しかし、その貯金通帳を広げると、桜さんはゆっくりとページをめくり始めた。しばらくの間、誰も何も言わず、その動作を見守っていた。これが私の貯金通帳です。桜さんが静かに言った。その言葉がまるで何か重大な出来事を予感させるように響いた。その瞬間サさんが貯金通帳の中から何枚かの古い書類を取り出した。それは何も特別なものに見えなかったが、桜さんが手に持ったその書類に目を向けると、誰もがその重要性に気づき始めた。これは私がこの銀行に関わるすべての証拠です。桜さんの声は静かでありながら力強かった。その言葉が周囲のスタッフたちに衝撃を与えた。マリアさんが思わず立ち上がり、桜さんの手元を見つめた。それはどういう意味ですか？桜さんはその問いに答える前にもう一度、静かにページをめくり、書類を一枚一枚テーブルに広げた。各書類には、銀行の設立時の記録取引契約書、そして重要な署名があった。だが何より驚くべきことはその署名がすべて桜さん自身の名前であることだった。これらは私が銀行の設立に関わった証拠です。桜さんは静かに続けた。あなた方の銀行の歴史、つまりあなた方が今当たり前のように扱っているすべての事業の中に私は深く関わってきた。その瞬間、春樹くんの顔色が変わった。彼はその言葉の意味を理解できなかったが、周囲のスタッフたちは違った。マリアさんの顔が驚きに染まり、周囲にいた他の行員たちもサさんの言葉が示す重大さを徐々に感じ取った。この銀行は私の力を借りて成長してきた。そして今、私の信念を無視することは許されない。桜さんの言葉は、まるで裁判官のように重く響いた。春樹くんは一瞬何も言えなくなった。その瞬間、彼の中で自分の立場が揺らぎ始めた。彼はまだ桜さんがどれほど重要な存在か理解していなかったが、その貯金通帳に込められた歴史と重みを前にして、彼の自信が崩れ去っていくのを感じた。あなたたちはただの顧客として私を見ているかもしれない。桜さんが言った。でも、私はこの銀行の創業者の一人です。その言葉が静かなカウンター越しに響いた。周囲のスタッフたちはもはや無言で、その事実を受け入れるしかなかった。桜さんの目の中には、過去の栄光とともに、今も変わらぬ信念が宿っていた。そして彼女はその信念に基づき、この銀行を取り戻す決意を固めたのであった。桜さんが貯金通帳の書類をテーブルに広げた後、その場にいた全員がしばらく言葉を失った。静さが支配する中で、誰もがその事実に圧倒されていた。春樹くんはまるで夢を見ているかのように桜さんの目を見つめた。彼はまだ理解できなかった。銀行の創業者だなんて、どうしてこんな人物が目の前に現れたのか。マリアさんは桜さんが語る。その事実に驚きとともに少し恐怖を感じた。銀行の創業者、それは単なる創業者ではなく、この銀行にとって不可欠な存在であり、その声は今や無視することができないほど重いものであった。桜さんが言う通り、銀行はその信念とともに築かれてきた。そしてその信念を忘れ去った今桜さんは、再びその信念を取り戻すために動き出したのだ。まさか本当に春樹くんはその声を震わせながら言った。彼の表情にはまだ信じられないという気持ちが見て取れた。しかし、桜さんが無言でその目を見つめ返した瞬間、彼はようやくその事実を受け入れざるを得なかった。今この瞬間、私が言っていることが全てです。
桜さんは再び静かに言った。私はあなた方が忘れ去った最も大切な価値を取り戻すつもりです。その言葉には強い意志が込められていた。そして桜さんが再び貯金通帳を閉じると、部屋の中はさらに静かさを増しすべての目が彼女に集まった。マリアさんは少し驚きながらも、なんとか冷静さを保とうとした。では、どうすればよいのですか？桜さん。彼女の言葉には多少の恐怖と戸惑いが混じっていた。自分たちの銀行の創業者が目の前に現れ、これから何か大きな変化が起きることを彼女は予感していた。桜さんは少し間を置いてからゆっくりと答えた。私は銀行の営業方針を見直す必要があると思っています。顧客第一主義を再び掲げ、銀行のすべての視点でもっと丁寧で心温まるサービスを提供することが必要です。今のようにシステムに頼りすぎて顧客を軽視するようでは、銀行は長続きしません。その言葉に春樹くんはまだ納得できない様子だった。でもそれは古い方法です。現代の銀行業務は効率化が求められています。手作業や感情的なアプローチなんて、今の時代には通用しません。桜さんは彼の言葉を冷静に聞いた後、再び目を閉じ、少し深く息をついた。効率化は重要です。でもそれが全てではありません。銀行というものは金銭のやり取りだけではなく、顧客との信頼関係を築く場所です。それを忘れたら、ただの機会に過ぎません。その瞬間、桜さんの言葉が春樹くんの心に重く響いた。彼はまだ若く、銀行の運営が効率性とスピードに重きを置いていることに慣れていた。しかし、桜さんが語る信頼関係という言葉にはどこか深い意味が込められ、改革には時間が必要ですが、最も重要なのは今すぐにでも始めることです。私はこの銀行をもう一度、顧客と向き合わ、彼らの声に耳を傾ける場にしたい。あなたたちはどんな立場にあっても、この目的を忘れないでください。その言葉がマリアさんや周りのスタッフたちに深く響き始めた。彼女たちは、桜さんがかつてこの銀行を作り上げた時に掲げていた価値観を思い出し、今自分たちがそれを忘れてしまっていたことを悔い始めていた春樹くんは再び自分の態度を見直さなければならないと感じていた。しかし、彼はまだその変化を完全に受け入れられるかどうかはわからなかった。桜さんの言葉に耳を傾け、銀行を改革するために何ができるかを考えるのは簡単ではなかった。しかし、彼の心の中で、少しずつその改革の必要性が感じられ始めていた。桜さん、私たちはあなたの言うことを理解し、受け入れるべきです。マリアさんが少し遅れていった今後、この銀行がどのように変わるべきかをみんなで考え直す時が来たようです。その言葉に桜さんは静かにうなずいた。そして深く息をつき、もう一度周囲を見渡した銀行のスタッフたちが次第に彼女の言葉に心を開き、改革の必要性を理解し始めた。瞬間サさんは確信を持った。この瞬間が全てを変える転機になることを。桜さんがテーブルに手を置き、ゆっくりと目を閉じると、全員の視線が再び彼女に集まった。その静さが不安と期待を交錯させ、空気を一層重くしていた。春樹くんはまだ信じられない気持ちを抱えながらも、無意識にサさんの言葉に耳を傾けていた。その瞬間、彼は突然、桜さんが言っていた言葉を思い出した。信頼関係が最も大切だ。その言葉が彼の心に深く刻まれていた。春樹くんはそれが単なる言葉ではないことを理解し始めた。桜さんが語る。その信念は、今もこの銀行を支えている根幹であり、過去の栄光を取り戻すためには、彼らが一丸となってその信頼関係を再構築しなければならないのだと感じた。その時、桜さんが再び口を開いた。春樹くん、マリアさん。そして皆さん、私はただの創業者としてここにいるわけではありません。あなたたちが今持っている力、権力、そして地。それらはすべて私の手から渡されたものです。その言葉が再び部屋に衝撃を走らせた。桜さんは続けた。この銀行は私の信念と共に成り立っています。そしてその信念を軽視し、無視するようなことがあれば、
私はすぐにでも行動に移します。春樹くんはサさんの言葉を完全に理解した。彼は自分がどれほど軽率だったかを痛感しサさんの意志に従うべきだという強い決意が生まれた。その時、サさんが貯金通帳を閉じ、静かに立ち上がると、彼女の目に一瞬鋭い輝きが宿った。この銀行が私が信じるべき道を選ばなければ、私はすべての支店を閉鎖する決定を下します。その一言がまるで運命の宣告のように響いた。周囲の空気が一変したマリアさんは顔を青ざめ、他のスタッフたちも驚きと恐怖が入り混じった表情で桜さんを見つめていた。彼女の言葉はもはや単なる脅しではなく、現実のものとなった。桜さんが言う通り、彼女の影響力は大きい。もし本当にその決定が下されれば、銀行は壊滅的な状況に陥ることは間違いない。桜さん、どうかお考えを改めてください。マリアさんが震える声で言った。あなたがそのようなことを言うなんて私たちは信じられません。桜さんは冷徹にその視線をマリアさんに向けた。信じるかどうかはあなたたち次第です。でも、私の信念に従わなければ全てが崩れることを覚悟しなさい。その言葉はまるで雷のように響き渡った。春樹くんは言葉を失った。彼は桜さんの言葉に何も反論することができなかった。その強さ、決断力、そしてその背後にある歴史と信念が彼の心を圧倒していた。その後、桜さんはゆっくりと歩みを進め、銀行の窓口へ向かった。スタッフたちがその後を追いながらも、誰もがその時何が起きるのか。そしてどのようにこの状況を乗り越えるべきかを考え始めていた桜さんが窓口に立ち、静かに手を挙げた。その瞬間、すべてが止まったかのように銀行内は静寂に包まれた。彼女の姿勢、そしてその目に宿る決意が今までとは全く違うものであることを誰もが感じ取った。私はこの銀行を取り戻すために戦います。桜さんが静かに言ったその言葉には揺るぎない力があった。そして、すべての目が桜さんに集中した。その瞬間、桜さんが貯金通帳からさらに一枚の書類を取り出し、それをスタッフ全員に渡した。書類には、銀行のすべての支店の売上記録や財務状況が詳細に記されていた。桜さんはすべてを知り尽くしていることを示すかのように、その書類を手渡すとスタッフたちに向かって言った。これが今、あなたたちが無視してきたものです。この銀行の未来を、あなたたち自身の手で作り上げていかなければなりません。私はすぐにでも行動に移します。春樹くんはサさんの言葉を完全に理解した。彼は自分がどれほど軽率だったかを痛感しサさんの意志に従うべきだという強い決意が生まれた。その時、サさんが貯金通帳を閉じ、静かに立ち上がると、彼女の目に一瞬鋭い輝きが宿った。この銀行が私が信じるべき道を選ばなければ、私はすべての支店を閉鎖する決定を下します。その一言がまるで運命の宣告のように響いた。周囲の空気が一変したマリアさんは顔を青ざめ、他のスタッフたちも驚きと恐怖が入り混じった表情で桜さんを見つめていた。彼女の言葉はもはや単なる脅しではなく、現実のものとなった。桜さんが言う通り、彼女の影響力は大きい。もし本当にその決定が下されれば、銀行は壊滅的な状況に陥ることは間違いない。桜さん、どうかお考えを改めてください。マリアさんが震える声で言った。あなたがそのようなことを言うなんて私たちは信じられません。桜さんは冷徹にその視線をマリアさんに向けた。信じるかどうかはあなたたち次第です。でも、私の信念に従わなければ全てが崩れることを覚悟しなさい。その言葉はまるで雷のように響き渡った。春樹くんは言葉を失った。彼は桜さんの言葉に何も反論することができなかった。その強さ、決断力、そしてその背後にある歴史と信念が彼の心を圧倒していた。その後、桜さんはゆっくりと歩みを進め、銀行の窓口へ向かった。スタッフたちがその後を追いながらも、誰もがその時何が起きるのか。そしてどのようにこの状況を乗り越えるべきかを考え始めていた桜さんが窓口に立ち、静かに手を挙げた。
その瞬間、すべてが止まったかのように銀行内は静寂に包まれた。彼女の姿勢、そしてその目に宿る決意が今までとは全く違うものであることを誰もが感じ取った。私はこの銀行を取り戻すために戦います。桜さんが静かに言ったその言葉には揺るぎない力があった。そして、すべての目が桜さんに集中した。その瞬間、桜さんが貯金通帳からさらに一枚の書類を取り出し、それをスタッフ全員に渡した。書類には、銀行のすべての支店の売上記録や財務状況が詳細に記されていた。桜さんはすべてを知り尽くしていることを示すかのように、その書類を手渡すとスタッフたちに向かって言った。これが今、あなたたちが無視してきたものです。この銀行の未来を、あなたたち自身の手で作り上げていかなければなりません。そして次第に彼の考えが変わっていった。顧客がありがとうと言ってくれる瞬間、彼はその言葉にどれほど深い意味が込められているかを感じ取った。それは単なる取引ではなく、人と人との信頼が築かれる瞬間だったのだ。ある日、春樹くんが佐さんのオフィスを訪れると、桜さんは静かに彼に微笑みながら言った。どうだ？春樹くん少しずつでもその変化を実感しているだろう。春樹くんは少し戸惑いながらも心から答えた。はい、桜さん私やっとわかりました効率やスピードだけではなく、信頼を築くことがいかに重要か。最初はただの作業だと思っていましたが、今ではそれがどれほど大切かを実感しています。桜さんは優しくうなずいた。その通りだ。信頼があってこそ、銀行も成り立つ。そして、それを支えるためには、スタッフ一人一人が顧客との信頼関係を築き上げていかなければならない。その言葉に春樹くんは深くうなずいた。彼は桜さんの言葉が単なる理念にとどまらないことを理解していた。それは彼自身が実際に体験し、学んだことに基づいていた。同じ頃、マリアさんも自分の役割に対する考えを改めていた。彼女は銀行のマネジメント層として長年効率と数字に偏りがちな運営をしていたことを振り返り、そのことに対して強い反省縁を抱いていた。桜さんの改革を受け入れ実行する中で、彼女は次第に自分の仕事に対する新たな価値観を見出していった。ある日、彼女がスタッフの前で演説をした。私たちは、これから数字だけではなく、顧客との関係を最優先に考えるようにしましょう。数字は大切ですが、それよりも大切なのはお客様との信頼関係を築くことです。私たち一人一人の対応が、銀行の未来を作り上げることを忘れないでください。その演説はスタッフ全員に強い印象を与えた。マリアさん自身がその改革に対して真摯に取り組んでいる姿勢が他のスタッフにも伝わり、次第に全員がその方向に進んでいった。そして、ある視点で初めての顧客からのフィードバックが届いた。それは顧客がスタッフの親切な対応と誠実さに感謝している内容であった。銀行は少しずつではあるが、以前とは異なる形で評価され始めていた。スタッフ一人一人が自分の役割を見直し、顧客を第一に考えるようになった。その結果だった。桜さんはいつも通り、静かな笑顔を浮かべながら、それらの結果を見守っていた。彼女にとって改革は終わりではなく、始まりだったのだ。銀行はこれからもさらに大きな変化を迎えるだろう。そして、その変化を支えるのは佐さんが信じる信頼の力であり、スタッフ全員が一丸となって歩んでいく道であると誰もが確信していた。数ヶ月が経ち、銀行内では大きな変化が見られるようになった。桜さんの信念がスタッフ一人一人に深く浸透し、今では顧客との信頼関係を築くことが最も重要な使命となっていた。以前のように不愛想で効率重視の対応が消え去り、笑顔で親切な接客が日常の一部となった。顧客からの評価も高まり、視点ごとにその効果が現れ始めた。ある日、桜さんが全スタッフを集めて再び重要なメッセージを伝えるために会議を開いた。スタッフたちは少し緊張した面持ちで集まり、桜さんの一言一言に耳を傾けた。その場に立つ桜さんは以前と変わらず落ち着いていたが、目には確かな決意が宿っていた。
皆さん、この数ヶ月間で確かに大きな進展がありました。お客様との信頼関係を築くことが、私たちの最も大切な仕事であることが、皆さんの中に深く根付いたことを感じています。しかし、まだ道半ばです。桜さんの声は静かだが、その中に鋭い力強さが込められていた。春樹くんは佐さんの言葉をしっかりと受け止めながら、改めてその覚悟を感じていた。彼は桜さんが単なる銀行の創業者である以上に、この改革の背後にある信念を強く感じていた。それは利益追求や効率重視ではなく、人としての誠実さや思いやりに基づくものだった。今後、私たちが目指すべきは、ただのお金をやり取りする場所ではなく、心と心が通じ合う場所です。私たちの仕事はただ業務をこなすだけでなく、お客様の人生の一部となることです。そのためにはさらに努力を重ね、もっと多くの顧客と深い信頼関係を築いていかなければなりません。桜さんは言った。その言葉はスタッフ全員の胸に深く響いた。マリアさんはかつて自分が重視していた数字や効率だけではなく、今ではお客様一人一人の顔を思い浮かべながら、こうすることの大切さを実感していた。そして、桜さんの言葉がただの理念ではなく、実際に変化をもたらしていることを心から実感していた。その後、銀行内で新たな取り組みが始まった。顧客の声をもっと反映させるために、定期的にアンケートやフィードバックを収集し、その結果をもとにサービス改善を行うことになった。また、スタッフ一人一人にもっと自主的に動ける余地を与え、顧客との関係をより良くするための提案を自由にするようになった。ある日、春樹くんが一人の常連顧客と話していると、その顧客が感謝の気持ちを伝えてきた。ここに来るたびに温かい気持ちになるんです。スタッフの皆さんが本当に親切で、どんな質問にも丁寧に答えてくれるから安心して預けられるんです。その言葉はゆきくんの心に深く響いた。その日、春樹くんは桜さんに会い、心から感謝の気持ちを伝えた。桜さん、本当にありがとうございます。私はもう、ただの仕事としてではなく、この銀行を大切に思うようになりました。お客様と心を通わせることがどれほど大切かを実感しています。桜さんは静かに微笑み、それが私たちの銀行が目指すべき方向だ。お客様と信頼を築くことは短期的には利益につながらないかもしれないが、長い目で見れば必ず大きな価値を生むと答えた。その日から春樹くんは自分の仕事に対する考え方が根本から変わったことに気づいた。銀行業務はただの数字や取引ではなく、人とのつながりで成り立っているということ、それが今、彼にとって最も大切なこととなっていた。そして銀行は少しずつではあるが、地域社会とのつながりを深めていった。桜さんが望んでいた信頼に基づく銀行の姿が着実に実現し始めていた。そして銀行のスタッフ一人一人がその大切さを理解し、より良い未来を共に築いていこうと決意を新たにしていた。その後、桜さんは銀行の全店を視察し、スタッフ一人にその努力を追い、感謝の言葉を伝えた。あなたたちの努力がこの銀行を支え、今後の成長につながります。これからも共に歩んでいきましょう。その言葉はスタッフ全員にとって力強い励ましとなり、さらに一層の努力を促すものとなった。最後に桜さんは銀行の入り口に立ち、穏やかな表情で遠くを見つめながら言った。信頼を築くことが、銀行を超えて、人と人とのつながりを深めることにつながる。この銀行が目指すべき未来は、まさにその道にある。その言葉とともに、桜さんは静かに歩み去った。その後ろ姿を見守るスタッフたちの顔には確かな誇りと決意が宿っていた。桜さんが示した信頼という道は、これからもずっと続いていくことを誰もが感じていた。